H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。ラオホンへようこそ。皆さんこんにちは、ラホンです。病院は本当に違う場所です。誕生、老、病、死は自然であり正常なことです。この場所では毎日新しい命が生まれています。人は毎日死んでいきます。そのため、あるネチズンは医療業界と葬儀についてインターネット上で質問をしたことがあります。超常現象に遭遇する可能性が高い業界はどれですか？葬儀業界に携わる友人の多くは、実際のところ、個人に対して失礼なことをしない限り、幽霊に遭遇する可能性は低いと語ります。むしろ、病院はより複雑であり、様々な偶発的な復讐事件がここで見つかるため、病院は幽霊に遭遇する可能性が高い場所であるとネチズンによって考えられています。自分が亡くなったかどうかもわからず、ずっと徘徊している人もいるので、葬儀業界以上に超常現象の発生率は高いはずだ。ラオホンさんは、サービス業には幽霊が存在するため、病院で客や亡くなった家族に遭遇する可能性が高いと信じている。鳥の客がたくさんいて幽霊より怖いです。ステッカーはダメですよ。今日、ラオホンは病院の看護師たちが遭遇した超自然的な出来事について話します。ストーリーは3つあり、そのうち2つは視聴者からの投稿です。次の物語はスーパーナチュラルコミューンからのものです。ラオホンが一人称でナレーションを行います。私自身の職業は救急看護師です。私は超能力者なので、病院でよく友達に会います。でも実際には、職場で仲の良い友達にも出会っています。他の人を助けているような気がするので、あまり怖くありません。次にお話しするのは、私が人生で初めて出会った怪談です。病院での出来事ではありませんでしたが、その後幽霊を見るようになったのは、この出来事がきっかけでした。ある年、私はまだ7歳でした。家庭の事情で、私は幼い頃から乳母に育てられました。ある夏、旧暦の7月だったかどうか定かではありません。ただ、それが夏休みのある日だったということだけは分かっています。私の叔父でもある乳母の夫が、私と彼の息子をそこに連れて行きました。ビーチに着くと、叔父が友達とビーチで遊ぶ約束をしていて、合計に家族がいました。もう一人のおじさんは、お下げの10歳くらいに見える女の子を連れていた。彼女は私に手を振って挨拶してくれました。叔父には子供がいますが、その男の子は私よりずっと年上だったので、同じくらいの年齢の妹を見てとても嬉しくなり、一緒に遊ぶようになりました。海に行って水遊びをしてはいかがでしょうか。というのも、実は私は泳ぎが苦手で、現場に着いた時おじさんからも、海には近づいてはいけない、と言われていたので、即断しました。私は泳げないので水遊びをするとおじに叱られるでしょう、と言いました。妹はそんなことは関係ないから私も同行すると言った。あなたも私たちも立ち泳ぎをしているだけで、とても寒くて快適でした。ビーチに行っても水遊びをしないのは退屈でしょう。私はすぐに感動したので、妹について海岸まで行きました。足首まで冷たい水が流れてきて、とても気持ちよかったです。無意識に遊んでました。私はとても幸せでした。突然妹がもう少し水の中へ歩いて波を追ってはどうかと提案しました。その時、私は少し迷って言いましたが、私は泳げません。妹は抱きしめてもいいよ、と答えました。私がそうすることを恐れないでください。はい、妹の手を握ります。ゆっくりと手を海中に入れてみると、水位はどんどん高くなり、腰、そして胸にまで達しそうになりました。私は少し怖かったので、妹に、私は、離れないでください。妹が戻ってくるのが怖いからです、と言いました。大丈夫、手をつないであげるからもう少し先に行こう、と彼は言いました。何か違う気がして戻りたいと思ったのですが、お姉さんは私の手を握って離そうとしませんでした。私の表情が急に凶暴になり、彼女は私を水の中に引き込み続けました。
妹は非常に険しい表情で、早く下山しなければならない、急いで。と言いました。急いで。簡単ふ。ははははははは。私はすぐに泣き始めたので、彼女を強く引っ張りました。最後に彼女は私の頭を海に押し込みました。海水はとても冷たく、口と鼻が完全に詰まってしまったように感じました。それで私は気を失い、目が覚めた時、私はすでに海岸にいました。海岸では、おじがとても怒った表情で私を見て、海に近づくなと言っただろうと叱りました。何してるの？突然、さっきまでの恐怖と悔しさを心の中で思い出し、泣き始めました。私は妹が私をそこに連れて行きたいと言ったのだと言いました。彼女は私を抱きしめると言った後、私の頭を海に押し込みました。おじさんは困惑していました。私を見て、お姉さん、何言ってるの？私はおじの友人を指さして、おじと一緒に来たばかりの妹に言いました。おじさんは表情を変え、子供は連れてこなかった。現場に来たのは君と君の弟だけだ。唖然とした。妹がいないなら、私は君を追っていただけだ、と言いました。私は誰と遊んでいますか？おじの息子、アミンは、あなたは現場で空気に向かって話していたと言っていました。私が言いたいのは、多くの人が若い頃に空想の友達を持っているのに、あなたを無視しているということです。その後、あなたが海岸で立ち泳ぎをしているのを見ました。非常に安全であるべきだと言いたいのです。私はあなたが遊ぶのを止めなかった。ついに、あなたが海の中を歩き続けていることに気づきました。私はあなたを呼び続けましたが、あなたは振り返らず、頭を下げて前に歩き続けました。そこで私は急いで大人たちを呼びましたが、誰もがあなたのことを遠くに見ていました。海にうずくまりながら、私たちはあなたを救出に急ぎました。その時は、妹が幽霊だとは気づかなかった。大人に怒られて家に連れて行かれたのはただただ悔しかったです。大人になるまで気づかなかった。あの時、私は瀕死だったので危うく逮捕されてスケープゴートにされるところでした。その後、水が怖くなってしまいました。今でもライフジャケットがないと足を踏み入れられない水では絶対に遊びません。この後、私は将来、病院で幽霊を見る機会が開かれました。中学生の頃、私は母と一緒に板橋県病院に夜勤でよく行きました。私の名前は新北一連合病院板橋キャンパスです。母は私の宿題を見守っていたかったので、休暇中に宿題をやるだけでした。それで彼は私をそこに連れて行きました。その時の私は静かな7階でひときわ元気そうに飛び跳ねていました。時々母は部屋の見回りや点滴の交換などのために外に出ていました。実際、一晩中何も起こらないことがほとんどでした。ある時、彼女は外出しなければならなかった。部屋を見回っていると、たまたま誰かがカウンターにやってきました。中年男性が母に、看護師用ベッド11番は寝心地が悪い、と言いました。見てみるのを手伝ってください。母はうなずいて、わかりましたと言いました。私は母に会いに行き、パトカーに乗りました。私はオフィスにいました。私は百科事典を真剣に眺めながら、どうして真夜中に起きている人がいるのだろうと不思議に思っていました。何ラウンドもラウンドした後、すべてがうまくいきました。私たちはオフィスでしばらくおしゃべりしました。しばらくすると、カウンターで誰かが急いで声をかけました。中年の男性看護師です。またあなたです。私は11番のベッドを見に行きました。彼はとても不快そうでした。この時母は、私はただ会いに行っただけだと言いました。彼は元気でした。なぜ彼は不快だったのでしょうか？中年男性は再び息ができなくなったようだ。行って見に行った方がいいよ、と言いました。この時、母は、あなたは誰ですか？と尋ねました。中年男性は私が家族だと言って立ち去りました。そう言うと母は振り返って身支度を整え、急いでパトカーを発車させた。戻ってきた時、母に11番のベッドはどうなったのかと尋ねました。
の？母は力なく、大丈夫だよ。数値も安定してるね。家族はまだ来てるの？と言いました。彼を見つけることができませんでした。カウンターに来る人はいませんでした。情報を確認して家族への連絡方法を確認してほしいという母のリクエストに応えただけで忙しくなってしまいました。しばらくして母は家族がいないという情報がおかしいと困惑しました。以前はそうでした。未登録？数時間後、朝早くて空も少し明るかったので母は再び家の見回りに行きました。今回、彼女は戻ってきた時、何が起こったのかわからず、急いで電話を何本かしました。彼女はすべての仕事を終えた後、私を食事に連れて行ってくれました。朝食中に母が11番のベッドの人はいなくなったと言いました。病棟を巡回しに行ったら、彼が帰ってしまったのを見つけました。そこで私は、家族は見つかったのか、と尋ねました。母は恥ずかしそうに、こう言いました。実際人工呼吸器を外した時私たちに話しかけているのが彼であることがはっきりとわかりました。突然、少し毛が生えたように感じたので、母に尋ねました。とても怖いです。母は、いいえ私たちにもっと注意してほしかっただけですと言いましたが実際には私にできることは何もなく私たちの7階はホスピース病棟で私たちは普段は外出しませんでした。私はうなずいて説明しました。母の言葉が大人になって初めて理解できました。外に出られないってどういうことですか？たくさん見てきたので、看護師って本当にすごいと思います。仕事なので、看護の仕事もしています。毎日病院に行ったり来たりしていますが、変な出来事や奇妙な出来事に遭遇することはありません。本当に何もないようです。今日は初めての奇妙な出来事を紹介します。看護師としてのキャリアの中で遭遇したこの事件は10年以上前の出来事で、当時私は熱心な新米看護師でした。当時勤務していた病棟は外科集中治療室。この病棟は手術後の重症患者の治療を専門としています。当時はまだ新人だったので夜勤をする可能性が高かったです。夜勤の勤務時間は午前0時から午前8時まででした。当時18歳の少年が入隊したことを今でも覚えている。弟が交通事故で入院し、私が数日間連続で弟の介護をしました。連続の夜勤で彼はとても疲れていて、私は十分な睡眠をとることができませんでした。また、夜勤が多かったので、仕事が終わったらいつも午前中に寝るのが習慣でした。最初にベッドに行き、午後まで寝て、それから起きて何かを食べました。午後7時頃まで睡眠を取り戻し、午後11時まで寝てから、再び起きて仕事に行く準備をしました。その夜、私はいつものように午後7時に睡眠を取り戻しに行きましたが、半分寝ていました。私は夢を見ていたので、その兄弟の夢を見ました。夢の中で、私はまだ作業部隊にいました。兄も口に呼吸管を入れていましたが、話し声は聞こえました。兄は私に家に帰ると言った。口の中の呼吸管を抜くところだと言いながら、別れを告げに来た。夢の中で、私はとても緊張していたので、彼に、ダメ、と言いました。病気が治らないのにどうやって家に帰れますか？危険ですので、チューブは抜かないでください。そう言って目が覚めると、冷や汗をかいていた。時間を見ると、まだ夜の9時半だった。出勤するにはまだ早かった。まだ横になって昼寝したかった。しかし、何をしても眠れませんでした。落ち着かない状態が続いていたので、早めに出勤して受講しようと思いました。仕事に着くと、クラスメートがなぜそんなに早く来たのかと尋ねました。私が眠れないと言うと、先輩のお姉さんはほきそ炎で、睡眠不足なら今日の授業はとても忙しいかもしれないよ、と言いました。あなたは今も18歳の弟の面倒を見ています。彼はちょうど午後9時30分にいたことがわかります。応急処置？彼を救うには多大な努力が必要でしたが、彼のバイタルサインは依然として非常に不安定でした。これを聞いた後、すぐに鳥肌が立ちました。
なぜなら、兄が応急処置をしていた時、それは私が夢を見ていた瞬間ではないでしょうか？でも、このことは姉には言いませんでした。私は仕事をさっさと終わらせて、先輩にシフトを引き継いで仕事を辞める準備をしました。シフトを引き渡す前に、私は特に頭を上げて兄のバイタルサインを確認し、その数字はかなり綺麗だと思いました。まずは落ち着いてクラスを引き継ぎましょう。結果的に私と先輩のお姉さんが授業を引き継いだのは5分くらいです。私たちはクラスを引き継ぐために兄のベッドの端に立っていました。姉が最後の言葉を読み終えた後、兄のバイタルサインを監視する機械が突然叫び始めた。私たちが顔を上げると兄の鼓動が始まりました。突然、心電図が表示されなくなり、直線が表示されました。その瞬間、兄は消えました。家族は前回の緊急事態の際に救助しなかったことに対する同意書にすでに署名しており、兄を苦しませたくなかったからです。さらに痛みが増したので、それ以上の処置は行われませんでした。夢の中で家に帰って病気が治ったと弟に伝えに来た時の応急処置とはどのようなものでしょうか。違うのは私が彼の人工呼吸器のチューブを外すのを手伝ったことです。私のところにやってきたのは本当に兄だったといつも信じています。夢の中で私に別れを告げながら兄が私を待っていて家に連れて帰るのを待っていたことも分かりました。物語が終わってしまったので聞いた後は少し悲しい気持ちになると思いますが、これが現実です。最前線で働く医療従事者は日々老いや病気と向き合っています。彼らが耐える退屈と不快感は私たちの数倍です。ラオホンは医療従事者の皆様に心より感謝申し上げます。あなたは本当に素晴らしく、とても一生懸命です。医療スタッフがいなかったら、この感染症がどれほど深刻になるか想像できません。ラオホンさんはみんながうまくやっていけることを願っています。優れた防疫対策。マスクを着用する必要がある場合は、鼻を露出しないように着用してください。着ていても着ていなくても同じです。手を洗うときは石鹸で洗わなければ意味がありません。人生は無常であり、尊いものです。皆さんも1日を大切に過ごしていただければと思います。誰かが持っているかどうかはわかりません。ツイストを見た後、ラオホンは人生で最も重要なことはどんな成果を達成したかではなく、素晴らしい人生を送るかどうかが重要ではなく、あらゆる喜び、怒り、悲しみ、喜びを味わったかどうかであると心から信じています。生活の中で私たちはします。悲しみは痛み、悲しみ、怒りを伴うものですが、1日が経った後、深呼吸して落ち着いて、昨日の否定的な感情について考えてみたら、それは何の意味があるのでしょうか？どんなに大変でも、私はそれに遭遇しました。重要なことは、私がまだ生きているということです。それで彼氏または彼女が去ってしまったらどうしますか？重要なことは、私の家族や友人全員がまだここにいるということです。では、稼げなかったり、お金を受け取らなかったらどうなるでしょうか？大切なのは、あなたの周りにあなたを愛してくれる人がまだいるということです。最後に、最前線で働くすべての方々に感謝の意を表します。お疲れ様でした。今日の話はここまでです。超自然的な物語がある場合は、メッセージを残して教えてください。ふるって投稿をお願いいたします。ラオホンですからまた次回。